こんにちは、もとこです。本日ご紹介する作品はこちらの花びらみたいなこの模様がアクセントのストライプ見えのメッシュバッグの編み方をご紹介したいと思います。久々ね、このハンドル編みました。ここがちょっとパカッと割れてて、リンヌンラタで縁をピコットで編むっていうダイヤメッシュバッグですね。キーティの大人気のダイヤメッシュバッグの、編み方というか、あれを使った応用したバッグになります。ダイヤメッシュの、編み方を応用って言ったんですけど、基本的にここのバッグの本体の部分を面で編んで、半分に折ってこの脇を閉じて最後ハンドルを編むっていうのが基本的なメッシュバッグ、私がいつもやってるメッシュバッグの編み方です。で、今回はこんな感じで、この花びらみたいな模様のとことこのメッシュのすごくシンプルなメッシュのところをこの段々にね、ボーダー状に編んでいく編み方になっています。で、このメッシュの部分がリンヌンラタ、この赤い部分がコードの中細で、この黄色の部分が最近お気に入りのスキーさんのクローネっていう糸になっております。このね、ここどうやって編むのって感じではあると思う。ここでこの幅で1段なんです。で、この編み方動画の中でしっかり説明してるので、編んじゃえばなんだそんなことって感じだと思うので、一回ちょっと動画見てもらって、水など見ながら進めていただけたらと思います。で、今回からチャット GPT でカラバリを生成しました。それがこちら。全部で6色展開かなになっております。このレッド以外は、AI で生成したカラーなので、オンラインストアでキットなどをご購入いただく時の、参考までにですかね、見ていただけたら嬉しい。こんな感じの仕上がりになるんだなっていうのをイメージして見ていただくように作ったというか、見ていただけたら嬉しいです。でですね、今お伝えしたみたいにオンラインストアでキット販売します。で、編み図ももちろんいつも通り販売するので、もしよかったら見てみてください。概要欄に URL などを記載します。はい、という感じですかね。特に難しい説明はもうないです。これはもういつも通りの編み方でめっちゃ可愛く編めるよっていうバッグです。はい、ということで、編み始める前に概要欄に道具何使った、糸何使っただとか、あと先ほどお伝えした URL、目次代わりのチャプターなど記載してますので、もしよかったら見てみてください。それでは早速編んでいくぞ。はい、本日はこちらの糸を使って編んでいきます。キーティのコードスーパーファイン中細タイプで、スキーさんのクローネ、こちらのこのイエローのお色で、リンヌンラタ、キーティのオリジナル糸リンヌンラタのこちらグレージュになります。この3種類の糸を使って編んでいきます。使用する針はこちら3号針を使っていきます。はい、それでは編んでいきます。作り目は鎖編みで167目編みます。2、3、4、5、こんな感じで167目鎖編み編んでいきます。167目編み終わりました。そしたらこの編み終わった167目すべての目に1段目は細編みを編んでいきます。立ち上がり鎖1目167目目針を割り入れて細編み、次もで、この時に鎖1本と裏山を拾って細編みをしていきます。1段目もこんな感じで編み終わりました。それでは糸をカットします。次の赤がちょっと遠いので、ここはもう糸をカットして糸始末をします。そして次の糸、リンヌンラタのグレージュを使っていきます。で、ここでこの前段の最後の細編みを編み切る時に
き抜きます。こんな感じで、ここから2段目は立ち上がり鎖1目を編んで細編みを編んでいきます。いつもこういう時に筋編みをするんですが、ちょっと今回段数のちょっと影響で裏表がいい感じにいかなくて混乱しそうなので、全部細編みでいこうかなと思ってます。でもやっぱりリブの方が可愛いですね。ほどきます。すいません。ここは筋編みにやっぱりします。筋編みで細編みを15目、向こう側1本拾います。細編み、細編み。この筋をですね、この筋が表に出る方、裏に出る方を交互にすることでリブっぽい見た目になります。ここ15目編みます。15目編みました。こんな感じで手前に前段の鎖の筋が1本出てきます。はい、それでは模様を編んでいきます。で、今回の図案、このピンクで描いてるところがコード、黒で描いてるところがリンヌンラタ、薄いグレーが黒根となります。まず2段目ですね。まず細編み筋編みで15目編んだら鎖2目編んで2目飛ばして細編みを編む。で鎖3目編んで2目飛ばして細編み、鎖3目、これ繰り返します。で基本的にもうこの細編みと鎖編みで2、3、4、5までいきます。で5段目は鎖2目のみという形になります。2段目の模様、ここから編んでいきます。鎖編みを2目編んだら2目飛ばして次の細編み、ここはもう前段の細編みの頭をすくって編みます。で1、2、3目鎖編み、2目飛ばして次に細編み、これ繰り返します。1、2、3目鎖編み、2目飛ばして細編み、1、2、3目2目飛ばして細編み、このように編んでいきます。はい、2段目も編み終わりました。たらですね、次3段目なんですが、この、前段の鎖のこの山を拾って編みます。この鎖3目即で拾います。左右対称の図案なんですが、細編みを筋編みで15目編んだらこの鎖2目即で拾って細編みで、鎖3目編んだらこの鎖3目即で拾って細編み、この鎖3目細編みを繰り返していきます。そしたら次3段目編みます。今立ち上がり鎖1目編んでる状態で、また向こう側1本、前段の鎖向こう側1本編みます。これもし難しいなって方いたら細編みでも大丈夫です。結構細かいし糸も細いし針も細いということで、ちょっと混乱というか難しくなっちゃうことがあるかもしれない。こんな感じで細編みを筋編みする。でここまで来たらこの鎖2目を即ですくって細編みで、次の段編む時にこの細編み編まないように気をつけ、このね上を編む時こう16目目になっちゃうんで、それするとどんどんここが広がっていくんで、ここの細編み編まないように、気をつけてください。で1、2、3目編んだらこの次の鎖3目即ですくって細編み1、2、3、細編み1、2、3。編み方はすごくシンプルです。こんな感じで編んでいきます。こんな感じ3段目編めました。そしたら、4段目も2段目と同じ編み方で編みます。1、2、3、4段目も編み終わりました。で鎖2目編んだら
前段のここの細編み編まない、飛ばす。ここだけちょっとね気をつけてください。でまた筋編みをしていきます。それでは次5段目、前段に習って15段筋編みしたら前段の2目即ですくって細編みをします。で次は鎖2目細編み、鎖2目細編みと編んでいきます。で前段のこの鎖3目を即で拾って細編みを編んでいきます。5段目まで編み終わりました。そしたらこの5段目編み終わる最後の時にこのスキーさんのクローネに変えます。でリンヌンラタはカットせずにこのまま、休ませておきます。6段目も同じように細編みの筋編みを編みます。はい、それでは模様を編んでいきます。ここの細編み15目筋合いまで編めたら鎖1目、そしたら次順番としては1234567、ここの1目合わせると8目まず鎖編みをぐるっと編みます。でここから長編み長編み長々編みの3目一度をこことこことここの鎖を割って編みます。そうしたら次鎖1目を編んで細編み鎖鎖細編み、ここに長編みの4目一度編む。そうすると1つ模様ができるという仕組みになってます。鎖編み8目編んで長編み長編み長々編み3目一度鎖1目、長編みの4目一度鎖1目、これを繰り返していきます。なのでこのクローネで編む段はなんかいっぱい見えるんですけど、ここで1段、これでもう全部1段とカウントします。はい、それでは編みます。鎖編みを1、2、3、4、7、8目編む。そしたら1、2、1、2、3、4目目にまずは長編みを途中まで、もう一回次の鎖編みに長編みを途中まで、そして針に2回糸を巻きつけ、その次の鎖に長々編みを途中まで編みました。今この針に輪が4個かかってます。この輪を一気に引き抜く。そして鎖1目を編む。そうしたら次はですね、ここの細編みとこの鎖に目は即、この細編みに長編み4目一度編みます。長編み全部途中までです。長編み途中まで、長編み途中まで、次は細編み長編み途中まで編む。でこの針にかかってる5個の輪っかを一気に引き抜く。これで模様が一つできました。このなんか蝶々の羽みたいな、花びらみたいな模様になります。これを繰り返します。1、2、3、4、5、6、7、8目で長編み長編み長々で鎖1目、細編みに細編みのところ鎖2目のところ、細編みのところと拾って一気に引き抜く。で鎖1目とこのようにして模様を編んでいきます。
6段目模様がこんな感じで編めました。そうしたら最後は鎖編みを1,2,3,4目編んで筋編みをしていきます。そうしたらですね、ここ切らずに休ませておくと言ったんですが、本当はここから糸を渡して糸を切らずにいこうかと思ったんですが、そうするとやっぱり筋編みを表裏でここリブみたいにしたいので、渡して続けたりするとあれどっちから編むんだっけとか混乱しちゃうので、ここはもう表裏を順に編んでいくために切ります。ちょっと糸始末は大変ですが、混乱を生まないためにも各段切っていきます。それではここも糸をつなげるために、糸を変えるのに最後の1目で引き抜いて編んでいきます。でここでも糸カットで、この時に次の段の細編みを編む時に糸始末をするのがいいかと思います。で、軽く結びます。気になる方は肩結びをしてもらっても大丈夫で、ここでもこの糸を次の段編む時に編みくるんでいって糸始末を少なくします。で今立ち上がり鎖1目編めてる状態なので、こんな風に糸端も一緒に編みくるみます。で一緒に編むのちょっと難しいって方はもう全部編み終わった後に内側に糸をしまっていってくれればいいかなと思います。こんな感じでここも向こう側1本を拾いながら、先ほどの糸端を拾いながら、こうするともう編みながら糸始末しちゃうので、後から糸始末をする必要もなく、多少は楽かなと思います。それでは7段目編みます。今ここ筋編みを編みました。それでは次は 1,2,3,4,5,6 目鎖編みで、ここの鎖を即ですくって細編み5目鎖編み細編み5目鎖編み細編み繰り返します。7段目を編んでいきます。1,2,3,4,5,6 でここ即にすくって細編み2,3,4,5細編み、このようにして編みます。はい、それでは次8段目です。8段目編むとき前段のこの鎖編みを即ですくって細編みを編みます。でこの5目のところの即ですくって割ったりせずに細編みで前段の鎖拾って編んでいってください。で基本的にこの2,3,4,5,6,7 段この6段分を繰り返すことによって模様ができていて、グレーのところがスキーのクローネで、この赤いピンクのところここが、キーティーのコードで、黒いところがリンヌンラタで、このクローネとコードが交互に、入ってくるという図案になってます。そしたら、細編み15目編みました。でここから、1、2目編んで前段に細編み1、2、3目編んで、次の鎖5目に細編み1、2、3鎖5目に細編み、こんな風にして編んでいきます。1、2、3こんな感じです。このようにして模様を編んでいきたいと思います。57段目まで編み終わりました。
そしたらですね、最後58段目はこの1段目のように細編みを編んでいきたいと思います。それでは細編みを編んでいきます。ここまでと同じように、筋編みをまずは編みます。それでは58段目図のように編んでいきます。細編み、鎖2目のところはそれぞれ1目ずつ細編みで、また細編みには細編みという風に編んでいきます。でここの15目以降は、筋編みとか気にせず細編みには普通に細編みを編んでいって、鎖2目は即ですくいます。細編みには細編み、鎖編みには、即ですくって細編み、こんな風に編んでいきます。57段目まで編みました。そしたら一旦糸をカットします。これでワックの本体部分が編めました。今の段階での寸法をちょっと測ろうと思います。横幅がこの中心のちょっとねこう全体的にこう丸っこくなるので、ここも湾曲しちゃうんですけど、この中心部分で今 45.5 で、ここの中心の部分で、30センチの高さになります。ちょっとねこれ自体はちょっと多分作ってる途中に伸びたり縮んだりして若干サイズも変わっちゃいそうなんですが、ちょっと目安として結構ねグッと荷物入れても伸びるメッシュ編みなので、あくまで目安としていただけたら嬉しいです。たら編み始めの糸が右手、編み終わりが左手、これの状態が今一応表となります。そんなにすごい差があるわけではないんですが、ここの模様の表が表に来るといいなって感じなので、表を外側にして中表で2つ折り、これが表、これが裏です。はい、そしたらですね、こことここを閉じます。ここですね。で、ここは30目よけています。30目よけて、ここから下を細編み。で、これが一番58段目は、この細編みの頭を拾って、こっち側はこの作り目余ってる1本を拾って編みます。そしたらここに編んでいきます。糸かけて引き出して立ち上がり編んだら細編み、ここも全部細編みで一旦編んでいきます。こんな感じで全部の目を拾って細編み、細編み編み終わりました。そしたら反対側も編んでいきます。こっち側今こう編みました。この上の方から下に向かって、でこっちは、できればこちら側から編むと、細編みがこう表向き、表と表になるのでいいんじゃないかなと思ってます。ここから編みたい方は全然表が見える、裏が見えるでもそんなすっごいね違いが大きく分かるわけではないので、お好みかなとも思っております。そしたら反対側も編みます。でこちら側は、細編みの頭を拾って編んでいきます。
こなんですけど、今この辺が鎖2本、頭の鎖2本、全部で4本拾ってるとこ、この辺がこの外側1本ずつ拾ったところ少し薄くなるんですね。そこら辺気になる方はこの外側1本ずつをこう拾って端を閉じてあげてもいいと思います。もう2本こうやって4本ですね、全部で4本拾ってあげてももちろんいいんですが、こうスマートにすっきり仕上げるぞって方はちょっと大変なんですが、この外側1本ずつ拾って編んでいってもいいと思います。こんな感じで編めました。ピラッと荷物が入れやすい仕様になってます。そしたらここに私糸切っちゃったんですけど、糸切らずにもうこのままいける方はいっちゃって大丈夫です。ここからはここ1枚だけ拾います。1枚だけ30目拾って鎖編み編んで、またここ糸つけて30目で、またこっち30目鎖編み、ここに糸つけて30目で次一番最初の1目目に引き抜き編みで閉じますという感じで、こうぐるーっと行ったり来たりして編んでいきます。それではここですね、ここから編んでいきます。糸をつけて立ち上がり鎖1目細編みで30目拾って細編みを編んでいく。30目編めたらここから鎖編みを編みます。130目鎖編み編みました。そしたらまた反対側につけて、この時この鎖がくるくるなってないか確認してつけます。で反対側に細編みでつけていく。こうしてこの鎖編みはハンドルの作り目になります。こんな感じになります。そしたらここも30目細編み、30目30目また130目で、ここも30目で閉じるという風に編みます。30目編めたら反対側のこの30目余ってる1目目、この最後この細編みを編んだ隣の目に続けて細編みを編んでいきます。なんかこの割れてるっていうか、こうつなぎ合わされてるとこなので、ここどうなるんだろうとか特に考えずも続けて編んでいってください。でここら辺は最後とじ針でこの糸をしまったりすると綺麗にまとまるので、ちょっとこれがポコってなってたりしても気にしなくて OK です。こんな感じで一周編んできました。そしたら一番最初の細編みに引き抜き編みをしてこの段を閉じます。こんな風になります。で続けて2段目を編みます。でハンドルの2段目は同じように細編みで編んでいきます。で作り目130目編んでると思うんですが、前段が細編みのところにも細編みで、作り目のところは作り目を拾って細編みを編んでいきます。まず細編みを30目編みました。そしたらこの作り目のこの裏山を拾って細編みを編んでいきます。この鎖がこれが鎖の表で、裏にポコッと
あるのですが、これが裏山です。こんな風に裏山を拾って編みます。ちょっと難しいなって方は、通常1段目とかで編む時みたいに鎖1本と裏山を拾うというやり方でも、問題はないというか、できるというか大丈夫です。ただ裏山を拾った方がこの反対側にもこのチェーンが出るので、なんか見た目的に可愛いかなという感じなので裏山を拾ってます。はい、こんな感じで編めました。こういう風になります。で、最後に、ここ拾って細編み編みながらピコット編んでいきます。そうしたら次の段で糸を変えたいので、この引き抜く時に次のピコットをしていくこのリンヌンラタに変えます。こんな感じで、ここからハンドルの3段目ですね、編んでいきます。で、立ち上がり鎖1目編んで細編みで、細編み5目ごとにピコット1目編むようにします。3、どうしようかな。3目で1回ピコット編む。鎖3目編んで、ピコットはこの細編みの鎖1本と足に針を入れて引き抜いてピコットにします。1、2、3、4、5目編んだら1、2、3目鎖編みで、細編みの鎖1本と足1本拾ってピコット1、2、3、4、5で、2、3目ピコット、こんな感じで繰り返してプチッとピコットを編みます。ピコットを1周、ピコットと細編みですね、1周編みました。そしたら1目目に引き抜き編みをして、これでハンドルが完成です。そしたら糸始末をします。ここのちょっと飛び出るというか、ここが編み始めだったり編み終わりだったりするんですけど、このハンドルのとことつながっていないので、ここ糸始末することで綺麗に見せていきます。こんな感じでちょっと内側に入れて、この内側のこういうところに隠していくと良いかなと思っております。こんな感じでいくと綺麗に収まるかと思います。はい、こんな感じで糸始末をしたら完成でございます。かわいい。やっぱりかわいいですね、この仕組み。このピコットもいい感じで、バッグのメッシュもかわいいです。はい、それではネームつけていきます。ここにこのリブの部分につけていこうかな。こういうよりこことかでも可愛いけど、ちょっとやっぱ伸びたりするのでここにします。ここだったらそんなにすごい伸び縮みをするわけではないので、
ネームついたら完成です。それではサイズを測ります。まず横幅が32センチで、高さが23センチ。そしてハンドルがちょっとメジャーがねなくなっちゃったんですよね。ハンドルが47センチで仕上がってます。こちら重さです。コードが 24g、クローネ、スキーさんのクローネが 18g、リンヌンラターが 14g、それぞれ1玉ずつで完成しました。いかがだったでしょうか。分かったかな、ペタルというかこの花びら部分の編み方分からなかったよって方がいたら、ぜひコメントいただけたら。この編み方すごい可愛いので、また何かで使いたいなと思ってるので、初心者向けだったりとか、なんかちょっとアレンジして使っていきたいなと思ってます。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またね。